皆さんこんにちは。今回は12月31日から開催される新年特別1000年決戦編プライズガチャ結集のキャラクターを紹介していきます。それではまず1人目、凶楽春水です。凶楽春水は技属性となっており、キラーは死神キラープラス、ソウル特性は強攻撃ダメージ 40% アップになります。さらに EX アビリティ、EX 強攻撃クールタイム短縮 12% およびEX 必殺技ダメージ 30% アップを持っています。強攻撃2に烈傷および毒を持ち、その他の攻撃に烈傷プラスを持つ赤攻撃タイプの強攻撃特化となっております。また、フィールドエフェクト、冷圧 30% アップを持っております。その他新機能、条件強化技を持っております。パッシブスキル、その他アビリティは記載の通りです。それでは実際のクエストに合わせて特徴を見ていきましょう。新機能、条件強化技を持ち、強化条件である強攻撃1、強攻撃2、強攻撃3の順番に発動すると必殺技を強化することができます。これによって強化された必殺技を発動すると強攻撃のクールタイムがリセットされ、1分間強攻撃が全て上位強攻撃に強化されます。さらにアビリティ、必殺技ヒット数アッププラス1と必殺技ダメージ 50% アップを持ち、状態異常付与時一定時間冷圧 80% アップ、敵烈傷状態時全ダメージ 60% アップやチームパーティー死神が敵状態異常時全ダメージ 30% アップなど敵を状態異常にかけることで発揮される能力を多く持っています。そのため必殺技で大ダメージを与えることができます。ソウル特性、強攻撃ダメージ 40% アップに加えてキャラリンク1枠目に使用すれば2つの EX アビリティ、EX 強攻撃クールタイム短縮 12% および EX 必殺技ダメージ 30% アップが継承できます。最後に死神キラープラスを持ち、強攻撃や条件により強化される必殺技で強烈なダメージを与えることができます。これによって死神キラー、赤攻撃がダメージアップするルールのグループバトルや限界討伐クエストなど高難易度のクエストで大活躍することができます。次に各攻撃の紹介です。まずは通常攻撃です。通常攻撃は4段構成の赤攻撃となっております。続いては強攻撃です。強攻撃1は横幅のある前方攻撃です。次に強攻撃2です。強攻撃2は自身の周りを含めた前方攻撃です。そして強攻撃3です。強攻撃3は全画面の攻撃となります。最後に必殺技、締めの段、糸切りばさみ、血染めの喉笛です。これにて大詰め締めの段、糸切りばさみ、血染めの喉笛。さらに強攻撃1、強攻撃2、強攻撃3の順番に発動すると条件強化技が発動し、必殺技のダメージが増加するだけでなく必殺技自体も変化します。そうじゃないかい、桜之助。これにて大詰め締めの段、糸切りばさみ、血染めの喉笛。以上、凶楽春水でした。続いては愛天宗介です。愛天宗介は技属性となっており、キラーは隊長キラープラス、ソウル特性は強攻撃クールタイム 14% 短縮になります。さらに EX アビリティ、EX 状態異常付与時一定時間冷圧 35% アップを持っています。全攻撃に支配プラスを持つ赤攻撃タイプの強攻撃特化となっております。また EX アクション、前方広範囲設置技がついております。パッシブスキル、その他アビリティは記載の通りです。それでは実際のクエストに合わせて特徴を見ていきましょう。EX アクション、前方広範囲設置技により自身の前方に広範囲の設置技を出すことができます。これによって敵を高確率で支配プラスにできるのが強みです。その他、効果値の非常に高いアビリティ、
敵支配地応対時全ダメージ 100% アップ及び状態異常付与時一定時間冷圧 80% アップ、チームパーティー死神の強攻撃ダメージ 20% アップを持つため支配プラスにした敵に大ダメージを与えられます。さらに非常に強力なアビリティ強攻撃ヒット数アッププラス3や強攻撃ダメージ 70% アップを持つため強攻撃で大ダメージを与えることができます。それだけではなく強力なアビリティ必殺技ヒット数アッププラス1及び必殺技ダメージ 50% アップ、防御低下能力付与を持つので必殺技でも大ダメージを与えられるのが強みです。ソウル特性強攻撃クールタイム短縮 14% に加えてキャラリンク1枠目に使用すれば EX アビリティ EX 状態異常付与時一定時間冷圧 35% アップが継承できます。最後に体調キラープラスを持ち麻痺プラスの状態異常マップギミックを無効化する麻痺状態短縮 200% や強力な強攻撃火力を持っています。そのため体調キラー赤攻撃がダメージアップするルールのグループバトルなど高難易度クエストで大活躍することができます。次に各攻撃の紹介です。まずは通常攻撃です。通常攻撃は4段構成の赤攻撃となっております。続いては強攻撃です。強攻撃1は自身の周りを含めた前方攻撃です。次に強攻撃2です。強攻撃2は自身を中心とした遠範囲攻撃です。こちらは上位強攻撃となっております。そして強攻撃3です。強攻撃3は全画面の攻撃となります。最後に必殺技黒棺です。波動の90黒棺。以上愛禅宗介でした。続いてはまたらみ一角です。またらみ一角は地属性となっており、キラーはアランカルキラーと人間キラー、ソウル特性は被ダメージ 21% ダウンになります。さらに EX アビリティEX 通常攻撃ダメージ 30% アップを持っています。またらみ一角は赤攻撃タイプの通常攻撃特化となっております。パッシブスキルその他アビリティは記載の通りです。それでは実際のクエストに合わせて特徴を見ていきましょう。アビリティバトル限定開始時一定時間無敵及びバトル限定一定時間体力1維持でバトルにおいて強力な耐久能力を持っております。それだけではなく自身はアビリティバトル限定体力1維持貫通バトル限定無敵貫通バトル限定敵撃破時致死ダメージ生存無効やバリア貫通で様々な防御能力を無効化できます。これによってバトルで大いに活躍することができます。さらに強力なアビリティバトル限定開始時一定時間能力強化を持つためバトル開始から一定時間攻撃防御会心が強化された状態で戦うことができるのが特徴です。ソウル特性被ダメージダウン 21% に加えてキャラリンク1枠目に使用すれば EX アビリティEX 通常攻撃ダメージ 30% アップが継承できます。最後にアビリティ通常攻撃ヒット数アッププラス3に加えて通常攻撃ダメージ 50% アップと EX アビリティ EX 通常攻撃ダメージ 30% アップを合わせて持っています。アランカルキラーと人間キラーの2つのキラーを持つので多くのキャラクターに火力で上回って戦えるのも特徴です。次に各攻撃の紹介です。まずは通常攻撃です。通常攻撃は4段構成の赤攻撃となっております。続いては強攻撃です。強攻撃1は奥行きのある前方攻撃です。次に強攻撃2です。強攻撃2は前進しながらの攻撃です。そして強攻撃3です。強攻撃3は自身の周りを含めた前方攻撃となります。
最後に必殺技決死一突です。無茶するな。もう叩き切ってやるぜ。以上、まだらめ一角でした。以上、新年特別千年決戦編プライズガチャ撤収のキャラクター紹介でした。新キャラクターは12月31日から登場です。ぜひ皆さんゲットしてください。それではまた次回お会いしましょう。